皆さんこんにちは。今日はリクエストしていただきましたサウサリートになります。早速行ってみましょう。今日は行きはフェリーから素晴らしい眺めを楽しみ、サウサリートから帰るときはバスでゴールデンゲートブリッジを渡ります。サウサリート行きのフェリーは通常ゲート B から出発です。乗船料の支払いはクレジットカードなどをタッチするだけという非常にシンプルになっています。サンフランシスコの眺めですが、まずこちらがベイブリッジで、一番高いビルがセールスフォースタワー、とんがっているのがトランスアメリカピラミッド、そしてコイトタワーとテレグラフヒル、ノブヒル、ロシアンヒルというふうになります。で、緑色が多いところはプレシディオになりまして、その横にゴールデンゲートブリッジ、手前にアルカトラズ島になります。ここがサウサリートになります。昔刑務所だった島のアルカトラズ島とゴールデンゲートブリッジを一緒に写真に収めることができます。今日は6月4日なんですけれども、まだまだ海の上は寒いです。さて、だんだんとサウサリートが近づいてきました。南フランスのリビエラを思い出させる風景ですね。はい、やっとサウサリートに着いたんですけれども、今船員の人にアイスクリーム食べ過ぎないようにねと注意されました。それだけね有名なんですよ、アイスクリームがこちらがサウサリートのフェリー乗り場になっております。で、遠くにサンフランシスコがちょっと今日は霞んでしまっていますが、このすぐフェリー乗り場の横にあるのが The Inn Above Tide というホテルで、すっごいロマンチックなホテルなんですよ。暖炉とかもあるんですけれども、何しろこのホテルバルコニーからサンフランシスコを一望できるということで、すっごい昼も夜もロマンチックな場所です。こちらがサウサリートのメイン通りになります。こちらゲロ系ですね。でもこちらはよだれ系ですね。ここはウォルター・ラパートさんという人がオープンしたお店で、この人とってもハワイのカウアイ島が大好きで、ハワイの自分の好きなカウアイ島にもアイスクリーム屋さんを出したいということで実際に出したんですね。で、ハワイにもサウサリートにもこのラパーツアイスクリームってあるんですけれども、今ハワイとこちらでは全然違う商品を違う工場で作っているということで、あんまり関係はないそうです。ということでオリジナルのラパーツ、ここで食べてみたいと思います。で、ここに書いてあるんですけれども、現役のミリタリーの人は、軍隊に入っている人はアイスクリームタダということですね。すごいいろいろありますよ。プリンセスケーキ、ストロベリー。こちらがカワイパイです。マカダミアナッツとかが入ってますね。美味しいです。ここの3代目のアイザックさんっていう人がいるんですけれども、その人がアボカド味のアイスクリーム作ってブラジルっていう名前で売ってるんですけれども、今日は残念ながらその味はないということで、このカワイパイにしました。ここサウサリートに来るとみんなアイスクリーム食べてるんですよ。だから自分も食べなきゃいけないのかなっていう感じもするんですけれども、よくドッキリカメラで通りを一人で歩いていたら、突然向こう側から大勢の人たちが走ってきて、自分もそれに紛れて走ってしまうっていうのがあるんですけれども、そんな感じですかね、多分。で、こちらに行くとサンフランシスコの眺めがいいので行ってみたいと思います。今日は霞んでますけれども、サンフランシスコです。
こちらがシーフードが美味しいスコマーズですね。サンフランシスコを見ながらお食事ができるということです。サウサリートはもともと第二次世界大戦の時に造船所があったんですね。でそこでリバティシップっていう貨物船、戦争に使う貨物船を作っていたところで、今はもうそれがとっくになくなってしまって高級住宅街となっております。何億何十億という家が丘の上にバババババーと建っております。木造のこんな可愛い家の中にはブティックが入っております。でこちらはサウサリートベーカリー&カフェですね。子供たちが釣りしてますね。こちらがアル・シブライアンさんという地元のアーティストによって作られたアシカの像になります。あんまりお腹が空いてなくてピザ一切れ食べたいなっていう時はこちらのちっちゃなここのお店がいいと思います。クレイジーシャツ屋さんではサウサリートの T シャツも買えます。こんな風にサウサリートのお土産の T シャツがいっぱいあります。こっちにもお土産用の T シャツがいっぱいありますね。こちらのハンバーガー屋さんなんですけれども、すごいちっちゃいんですけれども大人気のハンバーガー屋さんです。来ました。皆さんイタリア料理が好きでしたらこの前にあるポッジオっていうレストランが断然おすすめになります。サウサリートで人気のイタリアレストランです。こちらがサウサリートヒストリカルササイエティという小さな博物館になっています。無料の小さな博物館で写真の展示もあるので英語がわからなくても歴史に興味がある方は立ち寄ってみてください。サウサリートの公衆トイレはフェリー乗り場の北側にちゃんとこういう風にしてあります。ベイモデルはこんな風に第二次世界大戦の時に使われていた建物の中にあります。実は自分がサウサリートの中で一番好きな場所で、でも一番好きっていうとまたこのオタクがとか言われそうなんですけれども、圧倒的に好きな場所です。このモデルは戦後サンフランシスコ湾の 85% をせき止めて真水の貯水池にしようという計画があった時に作られたものです。でそのサンフランシスコ湾のミニチュアのモデルを作って潮の流れとかどういうふうな土のたまり方になるかとかそういうふうなのを全部、当時はこのモデルを使って測ったということなんですけれども、今はコンピューターの時代になってますのでもうこのモデルは今は教育用に保存されているということになります。こちらがベイモデルの入り口です。こちらがナパの方ですね。でずっと行ってあちらにゴールデンゲートブリッジと向こう側が太平洋になります。でベイブリッジがありまして向こう側がシリコンバレーのサンノゼの方になります。98メートル ×121 メートルの大きさのサンフランシスコ湾のモデルになります。
ちらがサクラメント・サンホアキン・デルタのエリアになります。こちらがサンフランシスコ空港です。こちらがチャイナベースンですね。オラクルパークがあるところです。オラクルパークの模型が飾ってありますけれども、こんな感じですね。こちらがゴールデンゲートブリッジの外側、太平洋側になりますけれども、見てください、こんなに深いんですよ。で、結局このモデルを作ってサンフランシスコ湾をせき止めたら大変なことになるっていうことが分かって、計画はなしになったわけですね。そのおかげで今のサンフランシスコ湾が保存されているっていうことになります。サウサリートで作っていた海軍の船の展示もあります。昔のこの辺りはこんな風になってたんですね。ヒースはサウサリート生まれの陶芸工房になります。工房のすぐお隣が直売店になっています。これで46ドルですね。でこのちっちゃなマグが72ドルと結構お高めでございます。こちらはちょっと傷物でお安くなっているものですね。いくらぐらいでしょう、このボール。120ドルが90ドルになってます。まだまだ高いですね。こんな風にタイルも作ってます。で、このヒースなんですけれども、サンフランシスコの工房ではタイルを作っていて、オリジナルのサウサリートの工房ではディナーウェアって言って、お皿とかボールとかカップとかそういうものを作っているそうです。で、このヒースのお店なんですけれども、フェリービルの中にも入ってますので、サウサリートに来れなくてもフェリービルディングに行っていただければ商品を見たり買うことができます。で、サウサリートで造船業があったんですけれども、戦争が終わってその造船業がなくなってからは、今度いろんなものがそこに残っていたので、例えば木材とか鉄筋とかコンクリートとかいろいろ残ってたわけなんですけれども、それを寄せ集めて作った、ハウスボートというのがあります。海に浮く家ですね。今こちらのオーナーの人が入ってみなさいよっていうことなので、ちょっと入らせてもらいます。この住んでる人たちの郵便箱は全部ここにあるみたいです。ですから自分家に入る前に取っていくということですね。すごい、両側にいろんなおしゃれな家がありますよ。自分家からすぐ船に乗って湾に出れるっていいですね。こちらがフローティングホームズが見れる展望台になります。サウサリートは全部で5つのエリアがありまして、全部で400軒の家が浮いております。ここの浮家に住んでいた歌手オーティス・レディングはヒット曲ドッグ・オブ・ベイをここで作詞作曲しました。この曲は映画トップガンの中で主人公のマーヴェリックが女性教官のチャーリーの家に遊びに行った時に流れている曲です。帰りはサウサリートを通っていて、ゴールデンゲートブリッジを通ってサンフランシスコまで連れてってくれる120番のバスで帰りたいと思います。先ほど歩いていた海岸沿いの道です。左側の窓にサンフランシスコが見えてきます。サウサリートはいつ行ってもゆっくりリラックスできるところでいいですね。ゴールデンゲートブリッジの展望台に行きたい方はこの後のバス停で下車となります。
はい、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければいいねマークのクリックを押していただければ飛行機がピューンと飛んでいきますのでよろしくお願いいたします。それではまた次回まで。さようなら。